聞こえますか？あれ、映ってるかな？どうだろう、映ってるかな？音流しない。こんにちは。こんばんは。こんばんは。こんばんめちゃめちゃ緊張しますね。なんか聞こえてますか？見えてますか？なんか今手間違えて振っちゃったけど、手が映らないんだったと思って、ちょっと初めてなのでめちゃめちゃ緊張してるんですけど、いやありがとうございます。なんかめっちゃ緊張する。なんかそうすごい緊張しまくりなんですけど、ちょっと頑張ります。映ってますか？ありがとうございます。これすごいね、私がこうデザインした翔さん、そっか、名前言った方がいいのかな。VTube そう、とうとう、はい、二次元に移行してまいりましたそうなんです。で、なんかちょっとどうしよう、頭が真っ白になっちゃう。なんか喋るためにいろいろこれ喋ろっかなみたいなシミュレーションをめちゃくちゃしてきたんですけど、もうやっぱり頭が今真っ白になっちゃってちょっとね、でも頑張って喋りながら書きたいと思います。そうだ、あと今 BGM を流してるんですけど、うるさくないですかね？大丈夫そうかな？なんか下げた方がいいみたいなのあったら、もし教えていただけたら助かります。小さいかな？ありがとうございます。じゃあもうちょっと。キラが読んでくれてますか？ありがとうございます。そう。ほんと？これ以上下げると音楽聞こえない。なるほど。わかりました。じゃあ、このまま。もしかして、BGM 聞こえてないかな？心さん、ソフィア通り心さん、こんばんは。ゆらみきらぐらいつも、コメントでみんな、なんかね、ツイッターとかのコメント、リプとかもらって、すごい、いつも嬉しいなと思って読んでます。なんか、でも、すごい、なんだろうな。すごいみんな優しいからさ、私どっちかって言ったら、もうクソガキみたいな感じなんだけど、なんだろう、なんか、みんな優しいからすごいありがたいなと思って思ってるんだけど、ちょっと何が言いたいかもうわかんなくなっちゃったで、そうだ、BGM の話だ。BGM が今聞こえてないさそうな感じかな。ちょっと上げる。はやてなすのさん、こんばんは。こんなもんかな。こんなもんか。ね、この V のこの花宮は髪の毛がとてもふわふわと動くのがとてもお気に入りなんです。かわいいなぁと思って首振っちゃうっていうテストの時にも。なんか BGM 大丈夫そうかな？このままでとりあえず。なんかあんまり大きくてもうるさいかなと思うので、ぬるぬる、そう、ぬるぬる動くかも。動いてますか？そうなんです。リボンもふわ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 感。
あ、そうだ、あとそう、一個謝らないといけないことがあって、なんか私、予約、配信を予約した時に、なんかコメントを、なんかね、チラっていうコメントと、あってコメントをいただいてたんですけど、なんか私のコメントだけ消そうと思って、ボタンを押したら間違えて全部なんか消えちゃって、ありがとうございます。そう、でも私のだけ消そうと思ったの。そしたら全部消えちゃったの。なんでだろう。で、なんか私あんまりSNS とかもやらないし、機械があんまり得意じゃないからわかんなくて、Google でめちゃめちゃ調べたら、なんか YouTube のバグがなんかであるみたいな。だから、ちょっと私悪くない、私悪くないよねみたいな。悪くないって言いたいけど、でもなんか消しちゃったから申し訳なかったなっていうところで、ちょっとごめんなさい、消えちゃって。せっかくね、コメントをもらってたんですけど、そうだよね、悪くないよね。そう、なんか、私悪くないよねみたいなって思ったんだけど、そう、でもなんかありがとうございます。その予約の時からね、見てもらってて、なんかね、最初やっぱりなんか一番最初ってすごくなんか勇気がいるっていうか、コメントしていいのかなみたいな、なんかそう思うから、勇気を出してくださったのにみたいな。最初はそう、試行錯誤。そう、でもね、なんかね、ほんと IQ が3だからね、なんか試行錯誤してもね、一般人の領域まで届かない時あるんだよね。だからそう、頑張って試行錯誤しながら、そうやっていきたいなーって思ってる。もうすごい難しいよね。なんか最近さ、なんか SNS とかも思ったのが、なんか Twitter のなんだっけ、DM？ あ、やばい、なんかあれだね、なんか開業ボタンを押したら送信されちゃうみたいな、なんか知らなくて、あれなんだっけ、シフトをしながら開業するみたいな、知ってた？みんなでもやるか、みんなやるから知ってるよね。あ、でもなんかそろそろ書くね、ちょっとごめん、なんか私一つのことしかできないんだよ。なんかね、でもみんなと喋りながらやったら楽しいかなと思って始めちゃった。わかります？そうなの。わかる？なんかね、どっちにわかる？そうなの。そう。消せないから、なんか、一回ね、わかる？そうだよね。あれさ、おかしくない？だってさ、普通開業ボタンって押したら開業になるよねと思って。そう。で、バナー、YouTube のバナーを書くぞっていう回だから、でも、そう、書かなきゃと思って。そう、DM はパソコンだとそうなの。そうなの。ね。なんか、もうちょっとね、エンターで開業なのと送信する。そう。なんかそのソフトとかアプリによって全然違うからさ、なんか、間違えちゃったみたいので、なんか送っちゃって、絵文字とか結構、文章の時とかつけるタイプなんだけど、なんか何もなしで送っちゃうみたいな時とかもあって、基本的に活動内容は基本的に絵の作業配信です。そうなんだけど、でもなんか私ゲームするの好きだから、でも基本ぼちぼちだから、そう、みんなでなんかできるゲームしたいなーって、やってほしいね。なんか
キャリーして、間違えた、姫プじゃない、間違えた、一緒にやりたいな、楽しくしたいなっていう思いがあるから、一緒にゲーム配信をしたいなって思う。なんかモンハンとか、大変だ、手が止まっちゃう。ちょっと頑張って書くね。スマホだとそうなの？スマホだと普通に開業されるんだ。間違えて出ちゃう。ちょっとそうなの。でもさ、待って、先に言っていい？なんかさ、私多分、メスガキって単語知ってる？みんな。メスガキって単語があるんだけど、なんか私なんかクソガキボイスなのね。多分。で、なんか叫んだりするとすごいうるさくて、そう、だからみんなの耳をつんざいちゃうんかもしれないから、なんかこう、音量を、なんか一応下げてるんだけど、叫んじゃう時があるかもしれないから、ちょっと注意事項に入れないとなーって今思ってるの。ゲームは何をやってますか？なんだろうな、スチームでやりたいなと思って、お金ないからスイッチは買えなくて、ちょっと間違えちゃった。スイッチは持ってないんだけど、みんな鼓膜の指持ってんの？待って、鼓膜の指って何？どこにあんの？めちゃめちゃ面白いじゃん。私も欲しいな。それでゲームはね、モンハンとか、あと、アーク。知ってる？なんか、恐竜を集めるやつ。恐竜と一緒に戦うゲームとか、をやってる。スチーム、パソコンでやるゲームが多いかなと思います。基本的になんかちょっと手を動かしながらやろう。でもちょっとだけ下書き書いてあるんだけど、なんかこんな感じにしたいなと思ってて、でもなんか難しいよね。シンプルなやつほど難しいような気がする。で、なんかスチームとあとゲームって何があるかな。なんかでもね、基本的に一人でやってるから 3DS とかでも今やってるし、動物の森とかもやる。あと一人でメタルギアソリッドやったりしてる。あとね、ちょっと昔のやつだけど、みんなパワープロくんって知ってる？なんか栄冠ナインが好きで、甲子園見るのが好きなの。あんまり詳しくないけど、だからそういうのをやったりしてるかな。でも最近やってないかも、野球のゲーム。この子はね、スイッチも持ってない。スプラもそうなのね。スマブラもね、なんか昔のゲームすごい好きなんだけど、やばいよね。スプラトゥーンとかさ、みんなやってるでしょ？で、動画とか見て面白そうだなと思うけど、なんか難しすごい声出そうだなと思う。しかもさ、スプラトゥーンやったことないのにT シャツ持ってんだよね。スプラトゥーンのなんかユニクロでコラボしてたスプラトゥーンの T シャツがめちゃめちゃ可愛くて買っちゃったっていう。やったことないのに持っている。
そうなの。みんなでもやってるのかな、結構スイッチでやってるのかな。手と耳と一緒に動かせたら、ここの外羽がお気に入り。耳、お、それにしてもこれでマミヤミ先生のキララ系 VTuber、 キララ系 VTuber があるのか。そういうくくりが。でも確かになんかそのイラストレーターさんとかでも結構見るよね、その VTuber やりながらみたいな。でも全部自分でなんか作りましたみたいな人いるけどさ、あれすごいよね。なんだっけ、パーツなんかこう全部やりましたみたいな。ひえーって思った。最近増えてる気がする、イラストレーターの V。 あ、そうなんだ、増えてるんだ。でもなんかさ、書きながらみんなとさ、こうやってなんか交流できるのってすごいいいよね。なんか私は結構止まっちゃってるけど今止まっちゃってるけど、なんかこう楽しそうだなと思ったの。そう、でもね、なんか欲を言うと、なんか本当はイラストを描きながらもそうだけど、ゲームやってほしいなと思って、一緒にっていう欲望があったの、本当はね。でもイラストも描くけど、なんかどっちもできたらおもろそうやんなっていう思ったの。なんかオンラインでさ、やるのすごい緊張せんなんか知らん人とさ出会って、なんかでもみんなでも初めまして。いやでもそんなでもないか。コラボ絵描き配信とかすごいね、みんな楽しそうだよね。なんかすごいいやでもね、すごい楽しそうだなって思う。できっかな。YouTube 露出、そうなんだ。知らなかった。そうか。でも漫画家増えてるんだ。なんかあったのかな。なんかどういう傾向で。でもなんか見れるの楽しいよね。なんか私もさ、イラストレーターさんとか描いてるとこ見るのすごい好きだけど、そういいなと思って。頭が真っ白になっちゃう。大変だ。なんかね、喋ることね、本当に用意してきたんだけどね、忘れちゃうよね。忘れちゃうってか、なんか何かしらに集中するとそっちに頭がいっちゃう。
あの現象何なんだろう。みんなもそうなのかな。みんなできるマルチタスクみたいな。得意？私めっちゃ苦手なんだけど、なんか一個のことやったら他が止まるみたいなことがよくある。イラストがどう出来上がって過程が見られるの。あ、そう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 。なんかさ、昔だと考えられなかった。そうなんだよね。できないですね一緒じゃん。じゃあ一緒だよ、仲間だね。できない。マルチだ。そうだよね、みんなできないよね。じゃあ私も別に変じゃん。なんかそんなおかしくない気がしてきたなねえ、難しくない？なんか一個なんかやってたの常にすごい。なんか頭のあれかな。なんか頭のなんだ、話をしながら作業できる人とできない人はいます。私は物によるけどできない割合がやっぱじゃあ人によるのかな。でもできない人が別にバカってわけじゃないよね。だって私バカじゃないし、もちろんね、今マルチタスクできないよって言った人もバカじゃないから、別に悪い得意不得意ってことだよね。人間なんかみんな違ってみんないいみたいな。今すごいいいこと言ったね。これだよ、見てこれ可愛くないですか？お目目がキラキラ。お目しいたけなの。なんでしいたけってどういうこと？可愛いよね。ありがとう。そうなの、可愛いよね嬉しい。ありがとう。好き。ありがとう。嬉しい。あとは作業。なんでしいたけなの？しいたけなのこれ。これしいたけみたいになってる。これしいたけ。あとは作業内容にもよるんじゃないでしょうか。考える。話作り。確かに。なんか頭を回しながらやることってできないよね。ということは常に私は頭を回しているということなのでは。頭がいいのか悪いのかね。これなんでしいたけなの？これしいたけってこと？って感じ。鍋に入っているしいたけに十字の飾り切り。ほんとだ。そうなんだ。だからしいたけって言うんだ。しいたけで画像検。そういうことか。わかった。すごい。初めて知った。みんな、なんか、今、みんななんかそういう、なんだっけ、そういう、専門用語ってこと？なんか、なんか、ネット用語的なしいたけ。コウクちゃん、初めて知った。私も仲間だよね、一緒ね。わかんないよね。わかんなかったよね。でもなんか今言われたらはっってなったよね。初めて知った。そうなんだ。いろいろじゃあなんか知らないこととかありそうだな。なんかあんまりさ、本当に詳しくなくてさ、そこら辺の言葉とかですねツイッターとかでさ、なんかたまに専門用語みたいな書いてくれる人とかいるとさ、わかんなく
わかんない、わかったふりしてを後ろでGoogle 検索してちょっと知ったかした時あったちょっとだけなんか知ってるよみたいな感じの時あった。でもさ、なんかツイッターって文章じゃん。そうだからだからね、しかも喋ったことない人ってさ、どんな人なんだろうと思うから、すごいちゃんとなんかね、私なりの IQ さんなりになんか丁寧に書こうと思ったんだけど、できてるよね。できてるっていう前提で話進めるんだけど、丁寧にこう会話がしたいなと思ってたんだけど、なんかそう、知ったかとか冗談とかどこまで言っていいよね。もう言っていいかな。そうだから文章って難しいなっていう話。文章を書くのってすごい感情が伝わりにくいからさ、絵文字めっちゃつけちゃう。顔文字とか。でもうざかったらどうしようと思って、なんか嫌な人もいるかなって考えたけど、でもなんか私がなんか絵文字とかつけてもらったら嬉しいからいっかと思ってやってた。そうなんか文章ってね、ちょっとそこがあと説明もめちゃめちゃ下手だから、うまく伝わってなかったらどうしようかなとか思ってたけど、多分頭のいいみんな察してくれてたかなっていう気持ち。分かってくれてたと思う。多分優しさ。ほう。でも音とかって大丈夫？今更今更なんだけど、音とかって多分大丈夫そうかな。なんか笑い声とかめっちゃテンション上がったら大きくなっちゃうんだけど、多分うるさいよって言われてないから大丈夫かなと思ってるけど、もしうるさかったらうるさいですってグッド、ありがとうございます。ちょうどいい、ありがとうございます。よかった。そう、そこがね、自分じゃちょっとあんまわかんないから、なんかしかもさ、ちょっと聞いてほしいんだけど、そうだ、なんか私もともと声が積んだくらしくて、その人の頭を多分ね、なんかまずそれを知ったのが高校生の時で、ちょっと待って、イラスト描きながらしたいんだけど、ちょっと待って、高校生の時になんか先生が一人一人にこう、あなたはなんか、頭がいいですねとか、社会ができるねとか、地理に詳しいねとか、いいところを一つずつ言ってくれるみたいな話があった時に、私だけなんか大声でしょみたいな一言もらっちゃって、何大声でしょうって。それなんか遠回しに煽られてるっていうか、ディスってないと思って。だから、それ以後、そうなんだってそこで自覚して、でもその大きすぎる人の頭をつんざく声って迷惑をかけてしまうから、静かに喋ろうって外では努力してるんだけど、なんかテンションが上がるとすごい出ちゃうんだよね。そう、先生がひどいねそう、先生、そうなんだよ。てか、いいとこそこしかなかったみたいな話なんだけど、なんか、もっとあるよ。きっと。もっとあるよね、多分。そこは、これから多分、みんながね、ここいいとこじゃない？多分気づいてくれると思うんだけど、そういうことがあって。で、そこで高校か中学かの時に気づいて、ね、その後も、なんか、なんだっけ、外で喋る時とかも気をつけてるんだけど、やっぱりテンションが上がると出ちゃうから、今、なんかね、なんて言うんだっけ、この機械。
この音を抑えるやつみたいなのを入れてるんだけど、それがね、まあ例えばみんな声の大きさを抑えるレベルが例えば10、レベル10だとしたら、私の場合テストで録画したら30だったの。30まで数値を上げないと声がいい感じまでに抑えられなくて、私人の3倍声でかいのと思って、そこで初めてこれは公害だと思ったの。これやばいよね。やばくない？だって3倍だよ。考えられないと思って、自分では信じてないんだけどまだ。でも通知見たからちょっとまずいな。ちょっとこれはまずいなって思ってる。だからゲームするときは多分ギャーとか言ってるのめちゃめちゃうるさいから、今ね緊張もしてるし、ちょっと落ち着いて喋ってるの。そう、シャオさんありがとう。そう、何かあるよね。そう、きっと見つけてほしい。見つけてね。そう、見つけてほしいな。声が大きいという方は聞き取りやすいとか。泉さん、それすごくポジティブシンキングだよ。そうだよね。通る声ってことだよね。でいいよね。そう思いたい。でも外ではちょっとやっぱり気をつけてる。声が大きいと思います。言いますか？通る声と、そう、多分通るのかも。なんでだろうね。でもなんかポジティブに捉える。でもなんかいいことないよ。なんかさ、いいことあるかな？オペラとかやってみる？お隣さんでねえ、そこだよね。そう、そこなんだよ。今はね、一応角部屋だから、なんか大丈夫。多分。まだ来てないよ、苦情は。やばい、来てるかな？もし、ちょっとやばいんじゃないってなったら、みんなにそこは、ちょっとまずいよ、もうちょっと抑えてって言ってもらうことに。でも多分収まらないんだよね。そういう時テンション上がってるから。声優さんとか歌とか声の仕事にはもう、いいね。でもね、なんかね、自分の声そんなに良くないと思ってるから、なんだっけ、他の人とかはさ、なんかこう、出せないけど、なんかこう、萌えみたいな声があるじゃない？でも、ああいう声でもないから、ありのままで生きていこうと思う。ありのままで生きていくね。そう、でもね、考えてくれてありがとね。でもなんか、やっぱり、外でさ、テンション上がって、うわーって声を大きく出すと、やっぱり、別の他の人からしたら、ちょっと、つんざくってなっちゃうから、そこは気をつけてるんだけど、っていう悩み？悩みだね。悩み相談になっちゃった。初回から悩み相談ってどうなんて話やけど、そうなの。でもみんな悩みとかある？私でもそれが悩みかな。なんか治んない。あとマルチタスクできないのと、IQ3 なのが治んないのと、そう。まあでもみんなあるか。みんななんか、何かしら、こう、長所は短所って言うもんね。だから、生まれ持って与えられたものですから、それ、めちゃめちゃ優しい。めちゃめちゃ優しい。ありがとう。そうだよね。神様からの贈り物として、これはポジティブに捉えたいな。人生つらいの？なんで？どうしたの？人生つらいの？でも人生ってなんかさ、ね、なんかいろいろね、思うとこあるよね、やっぱりね、生きてたら。なんか何があったのかわからないけど。でもなんかさ、なかなかこう考え出すとこう、いろいろと深みにはまっていっちゃうからさ。なんかね、私そうだ！最近ね、一個、
私がやってるのは、なんかちょっと朝起きて、なんか元気ないなとか、なんかちょっとなんか落ち込んでるかもな、なんかちょっと元気出ないなみたいな時、なんかもう全力で踊るの。私踊るのめっちゃ踊ったらなんかどうでもよくなる時ある。なんかね、だから踊ってるすごい変な踊りとかしたらさ、なんかまあいっかってなる時ある。でもなんかそんな軽い悩みじゃなかったらごめんなさい。そんな軽い悩みじゃねえよってなるかもしれないんだけど、私も締め切りに追われてて辛い。締め切りか。それは忙しい。そうだね。締め切りは確かに。なんかさ、どっちタイプとかある？体動かすと吹っ切れ。体、なんか、そうなの。私この前さ、体を動かすといいって聞いて、ジムに行ったんだけど、そこの受付のお姉さんがね、めちゃめちゃ優しく、なんか、すごいもう、そこ別にマンツーマンとかじゃないんだけど、マンツーマンかっていうぐらいすごい丁寧に教えてくれて、機械が初めてだからわかんないって聞いたら、で、なんかね、書くと、なんていうんかな、こっちのか。なんか、みんな、ジムとか行ったことある？なんかこうね、この棒を、こうやって持って、やばい、漫画描いてる人なのにめちゃめちゃ絵が下手くそ。やばいね。なんだっけ、どんなんだっけな。なんか、このバーベルを、下にこう、引き寄せるみたいな。こっち、頭の後ろなんだけど、こう髪の毛あるじゃん。やばいね、この絵。やばい、どうしよう。やばい、ちょっとなし、ちょっと待って。一回書き直させて、ちょっと、間違えた。見てないよね。ダンスで相手のそれいい、それでいこう。でもさ、ダンスで相手の MP 吸い取ったらさ、その相手の MP がなくなっちゃう。ドラクエ的な？ポケモンジム。ポケモンは、サンムーンしかやってない。今、なんだっけ出てるの。今出てるのなんだったっけ？なんだっけ名前、ポケモンのやつ。一番新しい。スイッチのやつね。なんかあれすごい面白そうだなと思った。ちょっとさっきの話はちょっとやめよう、一旦。書けなかった。もうちょっと練習してくる。で、器具が書けなかった。ポケモンジムはね、でもなんか聞いたのは、なんかジムどこにでも行っていいみたいな話が、なんか、昔は、なんか、ここのジムクリアしないとここ行けない、次行けないよみたいなやつだったけど、今はなんかどこから行ってもいいよシステムみたいな。違ったかな。来週なんだ。スカーレット・バイオレットが発売します。スカーレットとバイオレットってこと？スカーレットってどんな色？赤色とバイオレットは紫かな。なんかさ、いつも思うけどポケモンのタイトル考えてる人すごくない？なんかいろんな色の名前とかさ、なんか宝石の名前とか、よくそんな思い浮かぶなってめっちゃ思う。浮かばなくない？なんだろう、私だったらなんかマカロンピンクとかかな。そういうのいいね。なんかすごい可愛い。みんなポケモンだったら何が好き？私ミミッキュが好き。なんかやったるどみたいなところが可愛い。なんかさっきからさ話がさ飛んでる気がするけど大丈夫だよね。戻れなくなっちゃう。
話してるとさ、いろいろこれがねあれがねってなっちゃって、話がさあれ飛んじゃう時ある。で結局なんかあれ元の話なんだったっけみたいなめちゃくちゃあるんだよね。それも悩みだな、そういえば。で今はポケモン何が好きって話だ。でもなんかその前にも話してたの。まあいいか。今はねちょっと下書きしたから、ちょっと下書きをなぞりつつ、また下書きしてるな。あれなんかまた下書きしてる。今日線側行きたかったんだけど、なんか話すのとやっぱマルチタスクが難しいね。マルチタスク難しいよね。なんかさ、何か言おうとしたんだけど忘れちゃう。なんだったっけ。何かができるって聞こうとしたんだよね。あ、そうだ、思い出した。そう、泉さんの締め切りって思い出したんだけど、なんか締め切りは余裕がある方がなんか力発揮できるか、ギリギリまでタイプか、全然余裕を持って動くタイプか、どっちが力発揮できるかって聞きたかったんだ。実はポケモンは初代しかやってなくて全然追いかけ、でも私もそんな感じだよ。なんかさ、最近のやつだからわかんない。なんかね、わかる。ポケモン名前覚えられないよね。そうなの。アニメだけ見て知ってた。サンムーンはやってた。でも151匹のとこは言えるよ。でも最近なんだろうね、ダイヤモンドパールとかあったっけ。あれなかったっけ。確かそこら辺とかあるよね。なんか怪しい、そこら辺かな。そうでね、私はね、締め切りの話に戻るとね、なんか余裕ないと絶対無理なのね。なんか焦る、やばいってなっちゃうから、絶対になんか2日ぐらいはなんか余裕持たせときたいみたいな、気持ち的にはねタイプなんだけど、みんなどっちタイプかな。なんかギリギリになって本領発揮できるでみたいなタイプの人いるじゃん。夏休みの宿題とかギリギリまでもう31日になったらもう全力でできますみたいなタイプの人といるけど、難しい。いつでもできたらいいけどね。ギリギリになるとやらなきゃいけない感出るから、最後の詰めみたいな感じだよね。多分ギリギリになってやるぞっていうのは多分ね。でも確かに最後の最後のラストスパートで仕上げっていうのもなんかブーストかかりそう。なんかなんだろう、もうやらなきゃみたいな、今しかないってことだよね。でも多分創作って多分最後の突き詰めるとゴールってないじゃん。なんかここもやりたい、ここもやりたいってなるから、結局ゴールってなくて
やろうと思ったら一生できちゃうんやなーって最近思ってた。自分もギリギリまでやりませんが、多分余裕もんだ大丈夫だよ。いいんだよ。いいよ。ギリギリまで。ね。でもそれね、自分、なんかしんどくならなかったらいいよね。なんか。できてたら、満点じゃない？なんか最後。ね。もう分かってるけど、みたいなとこあるよね。いろいろ。分かってるけどできないみたいな。めっちゃある。私もね、分かってるけどできないで言ったら、これやばいんだけどさ、あんまり言っちゃダメなんだけど、なんかね、話を聞いてるじゃん。人とね、こう会話してて、なんかちょっと分かんない単語とか、あれこれどういうことだろうなって思った時に、なんかそこで止まっちゃうんだよね。あれなんだろうみたいな。あれこれどういう意味かなと思ったら、話がはいちょっと違うよ。聞く気がないわけじゃなくて、めっちゃ聞きたいんだけど、話が途中から入ってこなくなって、やばい、どうしたらいいんだろうってなるの。どうしたらいいかな、治るかな。ギリギリ困る翔さん、ギリギリ困るよ。ギリギリは困るよね。わかる。ギリギリはね、困るんだけど、なっちゃうよね。なっちゃうんだよ。そういうもんなんだよ、きっと。そうで、なんかさ、みんなはでも多分頭がいいからスンスンスンって多分そのまま話聞ける。例えばさ、わかんない単語を一旦置いといて、頭の隅っこにね、後で聞こうと思ってその話聞くじゃん。で、すいません、さっきの言ってたここの単語どういうことですかって聞くでしょ、多分。なんかそれが一回、これなんだろうと思ったら、そこで頭がいっぱいになっちゃうんだよね。どうやったら治るだろう。これでもあんまり今だから言えるけどさ、あんま言っちゃダメだよね。本当はそんなバカみたいなでもないよね、多分。あるかな、みんな。どういうことってなっちゃう。どういうことなんや。そう、だからそれがね、なんかでも聞きたくないわけじゃないんだよね。聞きたくないっていうか、意識的に聞かないでおこうと思うわけじゃないのに、なんか頭が勝手にそっちに行っちゃうの。なんで困るんだよね。自分でもさ、ダメだ、今はそれじゃないと思ってもなっちゃうの。どうしたらいいんだろう。あと緊張してると良くなる。なんでだろうね。みんなもそうかな。でもみんなもそうだといいな。できてきた。なんかロゴどうしようかな。ロゴのなんかロゴでもかわいいロゴとかみんな使ってるけど、私でも結構シンプルなのがいい。どれがいいかなでもシンプルな方がいいかな。なんかそんなごちゃごちゃしてるよりもこっちをもうちょっと大きくしようかな。これをメモして一旦単語置い
いてあー、なるほどなるほど。確かに。あ、じゃあ電話、あ、そうか。で、後で声聞こうみたいに考えるってことだよね。端っこにこう、これがわかんないみたいな。最近覚えたのはリスケって言葉覚えた。あれでしょ？みんな知ってる？リスケジュールっていいでしょ？スケジュールを見直すってこと。合ってるよね？そう、最近、その言葉を覚えた。でも、一回も使ったことない。んだよね。なんか他にもね、なんかそういう言葉がいっぱいあってさ、まあそんなことでもあんま言う人聞いた、でも、リスケはあるか。難しい言葉がいっぱいあるなって最近思った。知らない単語が。よし、これを線画で描くぞ。よいしょ。これザラザラがいいかな。一旦引っかかるともうダメという、わかりますか？そう。一旦引っかかるとね、なんか考えちゃうよね。どういう意味だったかなーって。アウトプットするのが遅いのかな。なんか、アウトプットだっけ？なんか、出すのがうまくできないみたいな。そういう、あれなのかもしれない。そう、だから結構ね、できないことは、まあでも難しいよね。リスケはできる時とできない時がそうね、確かにリスケは難しい。そう、あれ、もう1時間経ってる？もしかして1時間くらい経ってる？うわ、もう1時間経ってる。めちゃくちゃ早い。でも全然お絵かき進んでないやばい。ねえ、どうしよう。全然進まなかった。あれなんか最初とあんま変わってないな。あれでもなんか多分、時間今見てるけど、1時間経ってるよね。早い。すごい。早いね。でも全然できてないね。早いのに全然できてない。時間だけ過ぎちゃった。ちょっとなんか、もうちょっと、じゃあ、あれだよね。どっちもできる脳みそのスペックを上げるしかないってことだよね。くそ。脳みそのスペックでもどうやったら上がるんだろう。それを募集したいね。どうしたら頭の体操しましょうみたいな。IQ3 として扱っていただいて、難しいことは言わないでいただいて。じゃあ、一回、テスト多分できた。これでなんかみんなとお話ができるということは分かったので、なんか、一回テストを終わろうかなと思うんですけど、なんか、お絵かき全然進まなかったし、これはテストだったのかみたいな話だし、ねえ、そう、雑談9割で、そうなの。やばいね。全然、進まなかった。ちょっともうちょっと、ね、なんか、そう、話せるようにしてくる。あれか、漫画とか書きながら、一人でずっと喋ってる。
話すと時間過ぎるのが早いな、めちゃくちゃ。そうだよね。話してたらめちゃくちゃ早かった。ありがとう。みんな付き合ってくれて。慣れか。それはあるかも。じゃあさ、しょうさんじゃ、みんなさ、ここにいるみんなはさ、責任を持ってさ、慣れるまでは付き合ってくれる慣れるまで付き合って、くれるよね。くれるよね。花宮先生の過去イラスト後でも。ありがとう。ふわっとして優しい雰囲気が出ている。ありがとう。好き。この前あげていた。そう、見てくれる。ありがとう。そう。あれ、秋の、じゃあ喋っちゃう。そう、秋のイラストね。あれ、なんかふわっとした女の子好きなんだけど、でも女の子好きなんだけど、またこの話はまた今度するね。長くなっちゃうから。テストとしては、上出来ありがとう。何点 ?120 点かなだったかなだったよね。うん。ありがとう。かわいい。ありがとう。見てるかとして本当に楽しかった。よかった。私もなんか初めてだったけど、なんかみんなと、なんか話できて楽しかったし、あとなんか放送だったけど、最初めっちゃ緊張してたんだけど、なんかコメントとかさ、みんな、してくれて、すごい話しやすかった。ありがとう。なんか助けてもらって、だからこれからもゲームとかでも、やりたい。みんなで、やってくれるよね。回数こなせば。じゃあ頑張ってこなすね。明日も明後日もじゃあやる毎日やばいね。そう。仕事。確かに。やばいよね。仕事じゃあさ、そっちのけでさ、ずっとゲームやってたらさ、なんか、編集さんとかにめっちゃ怒られそうだよね。でも見てないよね。見てないでしょ、多分。でみんなやってるよみたいなの内緒にしといてもらって、ね、あんまりね、書かないようにしようね。編集さんにはね。次は、ありがとう。そう言ってもらえたらすごい嬉しい。ありがとう。時間が合えば可能な限り。本当に待ってる。じゃあ絶対来てね。待ってるから。なんか、ゲームとか。でもみんなが一緒のゲームとかがいいね。なんかまた、お金じゃあ頑張って原稿料でお金を貯めて、そうだ、そういえば下の方の概要欄に Amazon が、買えるかもしれないから、まだポチってない人ポチ、なんか、なんか、上になんか、見えてる。なんか多分、これ、ゆらめきラグーン買ってくれたらもしかしたらスイッチが買えるかもしれない。冗談でーす。ありがとう。楽しかった。私も。ね、みんなでまたゲームしようね。なんか雑談とかも。やばい、やめて花見さん、いい感じです。で、全然進んでますけど。進捗というわけで、今日テストをみんな来てくれて、ありがとうございます。ありがとう。見に来てください。またやります。なんかでもゲームもしたかったな。なんかね、面白いゲームがあったからね、やりたかったんだけど。まあ、一旦テスト終わるね。みんな付き合ってくれてありがとう。なんか全然なんか、進まなかったけど、でもめちゃめちゃ楽しかった。喋れて。ありがとう。はやて、なすのさん、ありがとう。じゃあ、一旦、終わりますね。ではでは、また